はい。小春この木です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は2月権利確定に注目し、厳選された銘柄をご紹介します。1月の権利確定も目前に迫っていますが、これから迎えるのは2月の権利確定です。非常に魅力的な銘柄が多数揃っています。マックスバリュー東海証券コード8198株価情報2024年1月26日時点。前日終値は3195円で、高値は3220円、安値は3175円でした。配当利回りは 1.86% です。時価総額は約10万2955万円で、発行済み株数は3万1973千株です。信用取引情報。信用改ざんは1万8300株2024年1月19日時点。信用倍率は0倍で、信用売り残は0株でした。企業概要。マックスバリュー東海は4K の食品スーパーで、給与販を母体に静岡県を中心とする出店を行っています。昔に比べて店舗数は少なくなっています。それでも東海地方には残っていて、現在の株価は3200円程度ですが、TBR 全体的に見ると割安な内容です。配当利回りについても 2% 程度で、この業界ではそこそこの利回りと言えるでしょう。株式銘柄イオンファンタジー証券コード4343信用取引情報2024年1月19日時点。信用改ざんは15万8400株で、前週比1万株。信用売り残は34万5700株で、前週比2万2900株。信用倍率は 0.46 倍でした。業績情報。2022年2月期の売上高は601億円で、経常損益は 33.9 億円。最終損益は 45.1 億円でした。2023年2月期の売上高は726億円で、経常益は 13.2 億円。最終損益は 33.8 億円。予測では、2024年2月期の売上高は862億円。経常益は 27.0 億円。最終益は黒字転換を見込んでいます。会社概要。イオンファンタジーは、イオンを中心に大型ショッピングセンター内に遊戯施設を展開しており、業界首位です。海外にも積極的に出店しています。コロナの影響で株価が下落したが、アフターコロナを見据えた将来性が注目されていることがわかります。株主優待には、自社サービス利用券が年2回提供されており、特に2月の優待が価値が高いとされています。また、株価は最近厳しい状況ですが、業績は持ち直してきており、赤字は減少しているものの、まだ厳しい状況が続いています。株式銘柄高島屋証券コード8233株価情報2024年1月25日時点。前日終値は 2035.0 円、始め値は2035円、高値は 2043.5 円、安値は 2003.5 円でした。配当利回りは 1.69% です。出来高は128万2400株で、時価総額は約35万6941万円。発行済み株数は17万7759千株でした。業種と企業概要。高島屋は老舗百貨店で、東京、大阪など全国に展開しており、シンガポールにも店舗があります。ショッピングセンター SC 開発に定評があります。業績修正情報。高島屋は2024年度の経常利益予想を 4% 上方修正し、最高益を予想しています。さらに、配当も6円増額する予定です。株価がやや下落しているものの、TR は割安で、配当も 1.7% 程度で業界としてはまあまあの水準であることがわかります。株主優待には、お買い物割引券があり、高価な商品を使った高島屋で利用すると大きな割引が受けられるという利点があります。また、売ることも可能です。株価に関しては、少し長い目で見ると、現在は買いやすい状況にあると言えるでしょう。株式銘柄ドトール。日レスホールディングス証券コード3087株価情報2024年1月25日時点。前日終値は2170円、始め値は2171円、高値は2174円、安値は2159円でした。配当利回りは 1.85% です。出来高は21万300株で、時価総額は約9万8517万円。発行済み株数は4万5609千株です。企業概要ドトール。日レスホールディングスは、ドトールと日本レストランが統合した企業で、コーヒーやパスタ店に強みを持っています。新業態のチェーン化を加速しており、外食産業、喫茶店、レストラン、
ベーカリー、ハンバーグチェーン、フランチャイズチェーンなど多岐にわたる事業を展開しています。株価は2160円程度で、飲食カテゴリーからすると割安な内容であること、配当利回りは 2% 程度で比較的高めであることがわかります。株価の動向を見ると、最近は右肩上がりで推移していますが、直近では少し下落している傾向があります。コロナの影響が大きかったものの、少しずつ盛り返してきています。決算については、コロナで厳しかった時期から回復傾向にあり、足元の業績も良い数字を出しています。株主優待については、店舗で使えるお食事ポイント1000円分がいただけます。配当が高いので、飲食業界としては珍しいですね。株数に応じて優待のグレードアップもあり、魅力的な内容です。株式銘柄中本パックス証券コード7811、株価情報2024年1月25日時点前日終値は1720円で、始め値は1720円、高値は1723円、安値は1710円でした。配当利回りは 3.62% です。出来高は25,300株で、時価総額は約13,992万円。発行済み株数は8173,000株です。企業概要、中本パックスは、グラビア印刷やドライラミネート加工などのコーティング事業を行っている企業です。主に食品包装や医療関連の分野で活動しています。様々な関連テーマには、建設資材、中国関連、食品トレー、ベトナム関連、包装フィルムなどが含まれます。株価は1700円程度で、PR、TBR も割安。配当利回りは 3.6% と非常に高いことがわかります。チャートを見ると、最近は横ばいの動きを見せていますが、順調に推移しています。決算では、過去の最高の数字には及ばないものの、まずまずの数字が出ています。自己資本比率も 40% 前後で安定しており、しっかりとした企業だと言えます。株主優待では、1000円相当のクオカードがいただけます。総合利回りは 4.2% 程度で、非常に魅力的です。200株を持っていると、優待の金額も増えるスライド制度があります。株式銘柄高久証券コード8166、高久は2024年1月25日に業績修正を発表し、24年2月期の最終損益を従来予想の 0.4 億円の黒字から 1.2 億円の赤字に下方修正しました。これは前期の 10.5 億円の赤字からの変動です。2月期下期の最終損益も従来予想の 1.3 億円の黒字から 0.2 億円の赤字に減少し、一転して赤字見通しとなっています。この業績下方修正の背景には、新型コロナウイルスの影響縮小や外出需要の増加による売上高の増加が期待されていましたが、物価高騰や天候不順などの不透明な外部環境が影響しています。また、資本政策関連費用の大幅増加や減損損失の追加計上なども原因とされています。株価に関しては、年安値が69円となっており、目標株価は99円と設定されています。株価がやや下落しているものの、今後の業績回復の可能性も考慮に入れることが重要です。株式銘柄は北証券コード8125、脇田は、2024年2月期の業績修正を発表しました。従来予想されていた連結経常利益 65.5 億円から55億円へと下方修正され、前期の 58.8 億円と比較して 6.5% の減益となる見通しです。また、2月期下期の連結経常利益も従来予想の 36.9 億円から 26.4 億円へと減額され、14.3% の減益が予想されています。この業績修正の背景には、第3四半期の計画対比弱含みの水準、成長戦略のための設備投資や人件費の増加、売上原価の高騰に対する価格転嫁の遅れなどが挙げられます。また、同社は期末一括配当を従来計画の43円から62円へと大幅に増額することも発表しました。これは前期の38円からの増配です。脇田は建設機械の商社で、土木建機のレンタルに強みを持っています。また、小型機の製造や不動産事業も併営しています。直近で下方修正が入りましたが、大幅な増配が行われ、株価には好影響を及ぼしています。現在の株価は1500円程度で、PR、TBR は少し割高ですが、大きな増配で利回りは 4% に迫っています。業績については、下方修正が入りましたが、大幅な落ち込みはないと予想されています。特に、自己資本比率は高く、財務状況は安定しています。株主優待に関しては、ホテルコルディアで使える宿泊券1万円分がもらえる魅力的な内容です。300株持っていると3万円分の宿泊券がもらえるため、非常に高い利回りが期待できます。
株式銘柄4度 C ホールディングス証券コード8008。4度 C ホールディングスはジュエリーブランド4度 C を主力商品として展開している企業です。アパレル卸や革小物の販売も行っており、デイリーファッションに注力しています。企業の業績については、過去数年間の売上高は減少傾向にありましたが、2023年2月期には前期比 3.6% 増の39,500-800万円に回復し、2024年2月期の売上高はさらに微増の4100万円を予想しています。同社の業績は過去最高を2017年2月期に記録しており、その後は変動が見られていますが、近年は売上高、営業利益、経常利益などが安定して推移しています。現在の株価は2000円程度で、TBR は割安、配当利回りは 4.2% と非常に高いです。株価は一時期厳しい状況がありましたが、最近は持ち直しを見せています。特にコロナの影響で結婚式や結婚を控えていた人々が増えたことが影響していたものの、最近は改善しています。自己資本比率は高く、財務状況は安定しています。株主優待については、500円相当の高カードがもらえます。また、グループ店舗で使える買い物割引券など、複数の選択肢があります。株式銘柄リテールパートナーズ証券コード8167。企業概要リテールパートナーズは食品スーパーを連合して運営する企業で、山口県のマルキュー、大分県の丸宮ストア、福岡県のマルキョウが経営統合しています。主に食品スーパー事業とディスカウントストア事業を展開しており、地方スーパーとしての地位を築いています。株価は1750円程度で、TBR は割安です。ハイドリマについては 1.4% 程度です。株価の動向を見ると、最近は順調に推移しています。決算では持ち直しを見せており、今期は良い数字で着地する見込みです。自己資本比率も高く、安心感があります。株主優待については、JCB ギフトカードが選べるほか、自社の買い物割引券でもいいですし、非常にありがたい内容となっています。それでは、今日はこの辺りで終わります。チャンネル登録や高評価、コメントもお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。